はい、どうも、戸岸亮太です。今日は島根県雲南市吉田町に来てます。で、なんで島根県に来てるかっていうと、なんと皆さんお待ちかねのたたら製鉄を見に来ました。で、今回は3日間島根県にいるんですけど、たたら製鉄をして玉鋼を作るっていう体験をさせていただきに行きます。で、その中で砂鉄入れたりとか、炭入れたりとか、あとはノロ出しって言って不純物がドバーって出るとこ見たりとかできるかなって思いますんで、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。で、今回はですね、この前フランス行った時に一緒に行ったドレッド山田が一緒にいるんで、ちょっと一緒に来ていただこうかと思います。どうぞ。はい。こんにちは、ドレッド山田です。よろしくお願いします。お願いします。で、今回はですね、僕発信というよりも、ドレッド山田の方からちょっとお声掛けいただいてきてるんで、ドレッド山田の方の動画も見ていただけると嬉しいです。ね、こう見えて僕側から一緒に行きませんかっていう。ね、意外と逆やったんで、ね。僕の方はしっかりいつも通りのマニアックなとこも動画にしようと思ってるんですけど、ドレッド山田の方はちょっとコメディ感強めの。そうですね。よりちょっといろんな人に見てもらえる。全然刀のこと知らないとか鉄のこと知らないっていう人にも見てもらえるようなちょっと動画になってますので、ぜひ見てください。はい、そうめっちゃ面白い仕上がりになると思うのでぜひ見てみてください。はい、ということで今からたたら場に行きたいと思います。はい、これより令和7年度田辺家のたたら吹き秋の操業を執り行います。まず火入れに先立ちましてたたら吹きの成功と安全を祈願し神事を行います。そまがつひのまがごとあらしめず天のまがねづくりのいやわだ。それではこれから明日にかけて、たたら吹きを行わさせていただきたいと思います。はい、ということで点火したので、今から今回のたたら製鉄の流れについて説明してくださるみたいなので、ちょっとその説明を聞きたいと思います。1300から400度ぐらいまでは上がっています。初歩の初歩からお聞きしたいんですけど、たたら製鉄って基本的には何日ぐらいで製鉄するもんなんですか？江戸をピークにした頃が3日3晩、72時間連続で操業してる。でこの施設は炉のサイズが、24時間のサイズになっているので今から24時間頑張る。この後菅谷たたらっていうところに行って見ていただくのが昔の炉がそのまま残ってるので、それで見ていただくと分かる。昔は全部土の炉でやってるんですけど、これはちょっと永久炉で何度も利用できるようにこういう形になってて、で明日ケラ出しの時に分かるんですけど、下にケラができてるっていう感じ。ただ土が非常に大事なので、土が砂鉄が還元していく過程でどうしても必要なので、炉の中には土を張ってある。じゃあその作りを、そう中は土の炉になってる。ケラっていうのは、今日この後砂鉄と木炭を入れ始めるんですけど、交互に入れていくんだけど、それが最後に、固まって出てくる鉄の塊です。それは玉鋼とは別のものなんですか？ケラは出てくる鉄の総称のことをケラと言って、その中の純度の高いところを玉鋼。なるほど。玉鋼にならなかった部分のケラって、加工していくときにぶどまりは悪いんですけど、同じように鉄として扱っていけるので。そうなんですね。じゃあまた別の何かに使うということですか？そう上手に説明できるか分かりませんけど、これだけの玉鋼を叩いても純度が高いからいらないものが少ないので、あんま減らないんですよ。純度の低い鉄をこれだけ使うとどうしても不純物がまだあるので叩いていったりすると炭素の時に飛び散ってなくなるので、そういう意味で玉鋼が重宝されるっていうのはあったと思います。なるほど。玉鋼は基本的に日本刀で使われる感じなんですか？今の現代では日本刀以外には使われてこなかった歴史があるんですけど、
もともと振り返れば大正期まではずっとたたら製鉄を行われてて、その頃はそこでできた鉄はもういろんな道具に使われてた。日本ではたたら製鉄以外に製鉄法がなかったから、日本の鉄は全部このたたらでできた鉄だったんで、もちろん鍋だったりとかカンナだったりとか、刃物類とか農具ね、玉鋼の鍋があったんで、欲しいなこういういわゆる図工を作るっていう鋳物鉄を作る方法も似たような形であるんですけど、多分ほとんどのものは鋳物鉄で作られてたと、溶かして作ること、叩くの大変じゃないですか。そうですね。なので、鋼を作りに行くケラ出し法というのと鋳物鉄を作る図工手法というのがあって、日本の鉄はこういう形で大体作られている。ちなみに何積みなんですか？最初は松でスタートしてる。途中で変わるんですか？本来はたたらもともと象牙、奈良とか古着を使って、相当量使うんで、松だけなんて無理で、松は高級品というか、やっぱ松の方が1週間温度は一気に上がるんですけど、油があるけど雑木の方が長持ちするんで、昔から木でやってた。炭がちょっとずつ減ってきてますね。色もちょっと赤くなってきたね。かっこよ。はい。うわ、もうめっちゃついてるよ。ほら。おお、すげえ。すごくないこれ？なんかかっこいい。ねえ。ネルギガンテみたい。確かにネルギガンテ。すごっ。これが玉鋼の原料の砂鉄なんですけど、こんな感じで地道に集めることも可能みたいですね。でこれを大量に集めて、さっきの炉に流し入れて製鉄していくっていう感じになりますね。この機械がこのロープを引っ張って、こいつなんかやばそうな鉄の塊、これを下にバーンって落として、あそこにケラがあるんですけど、あれを細かく割っていく道具らしいです。てかでかすぎますよね、これ。すげえ。やっぱなんか規模が違いますね。でここは昔の日本の鉄ですね。それを作ってるとこなので、包丁を作ってる僕からしても聖地みたいな場所になってて、もうめちゃくちゃテンション上がっています。でこの雲南市、島根県の山の中にあるので、こんな感じですごく景色がいい。でこの上にたたら製鉄の火の神様を祀ってる場所があるみたいなので、ちょっとそちらも見に行きたいと思います。この建物がさっきおっしゃったように全国で唯一現存のたたら場。ここは宮崎駿さんのアニメの「もののけ」にモチーフな場所でもあって、その影響もかなりあってですね、たくさん見学においでいただいています。でこの建物は宝暦元年1757年から1921年の大正10年までこの中で鉄作りが行う場所が全国で唯一残っていると。その間170年間同じ場所で鉄作りをしようと思ったら、よほどこの辺の地の立地条件が良くないとできなかったと思います。で日本古来の製鉄はもう炭と砂鉄ですから、近くは向こうの斜め向こうの山を削って砂鉄も取れてます。もちろん燃料になります木炭も取れます。で燃料原料を運んでくるのにも非常に便利だし、でその一番番と事務所を兼ねて作業所場から荷物にして出荷をしていくのに、一つこちらの山の尾根を越えると川船が出るところまで非常に便利だし、全ての条件のいいところに建てられた方のが世界に一つだかったと。でこの建物のそばに大体あったといわれるこの桂の木、この木がなぜたたら場にあるかというと、この木に白鷺に乗って鉄の神様金谷子の神が降りて鉄作りをおっせたと言われる木で、たたら場には大体あったとも言われてます。で入って左側がそのたたら場の最高責任者である村下で、今では工場長だと思っていただいてもいいと思いますが、その工場長の場所が入って左側で、こちらを表で、今度向こう側が副になります。村下さん副工場長
でその2人だけがこの約3メーターの炉の中に半分ずつですけども砂鉄を入れることができたと。で命令で「おいそろそろ砂鉄を入れてくれ」じゃなしに自分たちが率先してやっていかないといけなかったようです。でそれはなぜかというと村木たちは一子相伝世襲制であったと言われてますから他人には一切秘伝というものを教えなかったと、で門外不出ということで外に技術を漏らしていけなかったようですんでね、これぐらいの大きさの炉が一番ぶどまりが良かったみたいですよね。で大きさもたくさんできるもんじゃなかったようです。で大きくしたらもちろん燃料原料もたくさんいりますよね。その割のものは出てこなかったと。でこれぐらいがちょうどいいかったようです。でなぜちょうどいいかというとこの風が入っていく穴が20分ずつぐらいが一番良かったみたいですね。これ風が入ってくるところですね。これ歯口といってでここは明治の39年1906年まではこちらの場所とこちらの場所にはこのような一人踏みの天秤ふいごというものがあってふいごが、宮崎はもののけ姫でそれは女性が踏んでますよね、でここは男子が踏んでます。昔々はこの中は女人禁制であったと言われてます。風がこちらに先に入りますよね。下がった時にこっちが出たらダメですから。で風が入ってきて、わあ、なるほどなるほど。ふーっとならない呼吸が合わないといけませんからね。確かにもののけもなんか歌みたいな呼吸を合わせるために天秤ふいごの歌があったようです。そう歌が僕が知っておったら、歌って聞かせてあげますけどもちょうどそれ知りませんので歌って教えてあげることできません。それが重労働であるということでそれで当時小緑化を考えてでここの地形はそこに川が合流してますから、水があるということで今度水車を作ったようです。で水車で風を起こして川から愛知県の常滑焼きと土管がずっと川から埋まってきてその真ん中の柱の根元まで風が入ってきてであそこから二手に分かれて風が入ってくる形が今現在ここに残ってます。120年119年前のものが残って持っていただいてもいいと思います。で使ったことがあるかないか分かりませんがバンコが1時間ほど踏んで次のバンコと交代をして風を送りますので、でこの代わりバンコということは使っておられます。代わりバンコという言葉はこのタタラバから出た言葉であると言われてますんでね。バンコが交代ごとに踏むからね。で語源はここが出た言葉であると全国に使っていらっしゃいます。古来の生徒の木炭と砂鉄ですからこちらから向こう向かって左側と右側がタタラ炭といって木炭置き場です。炭置き場で真ん中が原料の砂鉄置き場の黄金町って言ってます。でこの砂鉄置き場見ていただいたら砂鉄置き場だけが向こうに少し傾斜になってますよね。でなぜこのようになってるかというと砂鉄をきれいに洗って水分を切ったのを持って上がってるけどもまだ多少水分が残ってるから水分が向こうに下がっていくために傾斜になっているふうには聞いております。じゃあその砂鉄は昔の人はどのようにして求めたかというと近くは斜め向こうの山です。で書籍によく載ってるのがこの絵がよく載ってると思いますんでまたどっかで見かけたらまた興味持ってもらって見ていただきたいと思います。で昔はわずかに土の中に砂鉄が含んでるのをこう山を削って手のひらにこうやってみた時に、このキセルの頭に砂鉄がいっぱい取れればよしとしてその山を掘って砂鉄を取りなさいという命令が出たらしいですから、ね、それが基準というか、そういうことです。これを目安にしとったということで、山を削ってで水で洗い流して砂鉄を下に下ろすという方法ですから。でここではこの水路の長さは約10メーターあります。で深さは約50センチぐらい、で幅も約1メーターぐらい、で順番としては最初に大池があって大池、で次に中池があって音池というところがあって一番下が火という順番になってます。で山を削って水で洗い流してこの大池というところまでたどり着いたらここでまず一回石器をします。水を溜めます。で水を溜めたら水がずっと溜まってきますよね。こっちからも山から水が出てで今度これエブリというものだけどもこれで今度それを攪拌します。そうすると泥水はどうしても軽いから浮き上がってきますよね。で浮き上がった泥水は水を持ってきて
泥水は外に出してしまう。ああ、なるほど。でまた次の工程に移動してまた同じ作業をやって泥水を出し、で音池に持ってきてまた同じ作業をやって泥水出して、で一番下のこの火というところに持ってきた時にはさっき磁石でつけてもらったようにかなりもう 80% 先行してここまで来てますから、洗って降りてきますから、それが水路に砂鉄が何十センチから厚みで水分を含んで沈殿してるので、それをすぐにここに持って帰ろうと思ったら砂鉄が水分を含んでたら重たいですんで、確かに。一回この辺の場所に引っ張り上げておいて水分をまず切ります、水を切ったのを砂鉄置き場に一回持って帰ってきて、で持って帰った砂鉄をさらに洗う工程の内洗い場という工程がありまして、そこできれいに洗って水分を切ってからこちらに運び込まれたと。でもまだ多少水分が残ってるから向こうに少し傾斜になってるふうに聞いてます。なるほど。でこれが砂鉄をすくうものです。種すき、砂鉄を種って言ってます。これちょっと持ってみてください。でっか。これ自体は軽いです。あ、軽いんや。あ、これ軽いでしょ。で昔はこれに3キロ以上のせ例えばやってますからね。ほんまや。あ、軽い。3キロ以上。なぜこれを持ってもらったかというと、砂鉄がどれだけ重さがあるか、ちょっと感じてもらいたくてね。ああ、そういうこと。で3キロはちょっと重たいと思いますんで、まあ、2キロぐらいしてきます。おお、重いですね。ちょっとふらつく。ちょっと持ってみて。2キロぐらい。肩でいいですか。重た。ね、重いよね。こんなちょっとでしょ。ね。これがマサという砂鉄で、鋼が砂鉄です。見た目に対しての重さがすごい。これがものすごく光沢がいいでしょ。これが鋼が砂鉄ですよ。ね、これね。綺麗。乾燥した砂鉄は振り入れませんのでね。でなぜかというと、乾燥した砂鉄を振り入れるとこのように流れるように落ちてきますよね。このような砂鉄を燃え切った木炭の上に乗せると、木炭と木炭の隙間から砂鉄が下にスルスルと漏れてしまう恐れもあるし、もし風が強かった時は舞い上がってしまう恐れがあるので、使う時はまた少しだけ湿らします。それを燃え切った木炭の上にこう持ってきて、木炭の上に砂鉄を何気なしにパラ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 とこのようには入れません。入れません。で今日も県内を見ることがあると思いますが、この風が入ってくる穴の上に砂鉄が下がっていくように2列の線になるように砂鉄を振り入れると思いますんで、なぜそのような入れ方をするかというと、木炭は入ってるけども両側と真ん中が空いてますから、そこのところが風の通り道になります。で下がったら炭を乗せる、下がったら砂鉄を乗せる、炭を乗せる、そういったサンドイッチをしているうちに、今度炉の中の温度がどんどん上がってきます。そうしたら今度高温でこの V 字になって浸食して、横の穴から不純物になって溶岩のものになってノロというガスがノロノロと出てきます。だからノロ。なるほど。不純物が出ていったところで中でケラという鉄の塊がだんだん育ってくると。でなぜたたら製鉄が3日に晩かというと、この V 字になっている人が浸食していく時間帯が3日に晩であることを村木たちがちゃんと計算ずくめで知っておったと思います。でこのような形で風が入る穴が来てますから、土が溶けて不純物になって出ていったら穴も徐々にこう大きくなってきます。だから3日に晩したらもう下が薄くなって真っ赤になってできますんで、限度が3日に晩ちゃんと村木が計算ずくめだと思います。でノロが出てきます。それだけでも感動されますんで、こうしてお手込みをしてこう炉の中をこう見てると、炉の炎の色が変わってくるから、それを見てそろそろノロだし砂鉄を入れる挿入時間だなと、それを判断して指示をしとったらしいです。でも砂鉄入れるのは村木さんだけしか入れることができなかったようですからね。で炭を入れる人も両側に1人ずつおったと。だから人数はたくさんそんなにいらなかったと思います。14、15年おったら鉄ができたと思いますよ。ここで寝てたんですか、3日目は。寝ることはなかったようです。とにかく吹き歌がしてこういってにらめっこして、で釜の調子がいい時にはたまにこう座ったらしいですけどね。なるほど。でこういったもう失敗が許されないのでね、昔は。でも村木は3回失敗したらこれになったらしいですよ。で毎度同じことをやったって同じものはできなかったようですからね。季節と湿度によってはねいろいろ違ったようですんでね、穴の開け方も
鉄の塊をその入り口の方まで持って出たら、はい、すぐに次の村のメンバーが粘土をこねしようというところで待機をしてってすぐに路作に入っていくと。もうフル操業ですよ。あ、そうなんですね。それをフル操業するとなぜいいかというと、炉の下がまだ乾燥して、暖かいですから、炉を作った時乾燥が早いということで効率でもいいことも含んでいるようですよね。だから続けてやったと。これでできた鋼ないと刀ができないと言われてますから、今の冶金技術を持ってきても、だから今全国で1カ所でやってるのがこの隣町の横田町、日本美術東京保存会役いて日東宝多々良さんがやってます。これでも当時はここの地域で全国の8割ですかね。もう8割か、7から8割よりはここで鉄の生産を、で奥出雲鉄師御三家といえば、ここは田辺家、桜井家、糸原家で、この御三家が最盛期の時も全国の78の鉄のシェアを含んだったと。ビバンで出てきましたよね。そうなんですか。そう、たたら出てきて、松師範がね9人鉄を作ってみるということを許されてたのが9人です。でここが田辺家、本家、分家で、ここに雲南市というところだけど石田家があって、で今度奥出雲行って桜井、糸原、僕ら、譲り派、山根、出雲の先に竹桜井がありますんで、その9人が鉄作ってみるという許されてたようですからね。でここは年間平均で68回、4日1回でここで68回、1回3トンでいってました、ここで鉄を作って回数がそれを3チームぐらいで回してたと。もうそうね、それだと思いますよ。一人では無理でから1回3トンですよね。もう3トン以上、1回3トン1000回以上のものを作らないと、3トン750以上のものを作らないと採算に合わなかったようですけども、それはどれぐらいで当時のあれで売れてたんですかね。それはね、今の玉鋼がね1キロが8000ぐらいから9000円と言われてます。昔ももっと高価だったと思うんですよ。でただね、玉鋼ではあまり儲けてはないと思うけども、鋼ともずくともつかないものを大梶さんがだんと炭素を抜いて割り鉄、包丁鉄のようにもして出荷されたので、それでかなり金が入ったんじゃないかと言われてますというところです。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。いただきます。全部うまそう。はい、ということでたたら製鉄の砂鉄入れ今から始まります。で砂鉄入れてちょっと経ったらのろ出しが始まるみたいなんで、今から僕も砂鉄入れ体験させてもらいます。木炭と砂鉄は20分ごとにどっちも20分ごとです。どっちも20分ごとに入れます。なるほど。ミルフィーユ状にどんどん積み重ねていって、木炭が燃焼していって、その間で砂鉄が結合していくと、燃焼スピードが上がっていくと、それがどんどん詰まっていく。なので砂鉄も含めてなんですけど、のろ出しっていうのはある意味その鉄になりきれなかった不純物が下から流れるような仕組みになっているので、気になったんですけど、鉄ごと出ないんですか？鉄も出るんですか？のろで。鉄が出る場合もあります。あ、そうなんですか。ずくもう鉄を含んだノロって言ったらいいですかね、っていうのがあって、それが出る時もあるんですけども、基本的にはちょっと浮いてる状態。あ、そうなんです。その鉄ができる場所は。で下はこうトロトロ溶けてて、それをどんどんかいてあげて、下にもこう大きくしてあげるような。最初は小さかったやつをのろ出しって言って不純物をどかせてあげることで、どんどんこう大きくしていく。なんかのろだけ下に行くのってなんか不思議ですね。そうですね。そこも私が説明できればいいんですけど、なかなかそこまで説明できないの。これは、僕らノロって呼んでるスラグです。あ、これがノロなんですよ。不純物の塊ですか？不純物の塊。これが少しずつ溜まってきてるんで、それがドバーって出てくるんですよね。明日の午前中とか、朝とかはもうそういう色があってなる。もう今めっちゃノロって言ってるけど、ノロいいノロ。そんなにいるんですね。下がってって、この風が当たってるところが一番熱いです。あ、そうなんですね。徐々に下がっていって、
ここで反応が起きます。あ、そこが一番熱いんですね。なんていうんですかね、お風呂炊くのもご飯炊くのもふーってやってこの先が一番熱い現象。そうなの。これは何をしてる作業なんですか？これは砂鉄に水を入れてこう飛ばないように。軽く湿らせるぐらいですか？そうです。はい。そっちがまだ濡れてないやつ。濡れてないやつです。はい。確かに結構違いますね。素手でやってる。昔の人はね。素手でやってます。昔の人は素手やってます。素手で。僕令和に生きてるんですけど、その素手でやってもいい。めちゃくちゃ熱い。これを撮ったことを明日もう忘れるぐらい可愛いです全然。はい、炭入れます。よし。っていう顔してましたよ。りょうたくんが素手で行きますけど、みたいな顔してたよ、マジで。問題なかったです。もう問題なかった、全く熱くなかった、それで言うと。よかったかも。はい、釣りさんお願いします。はい、OK です。今、火の状態とかを見てる。ああ。今後ですね。開けて確認してたじゃないですか。あれは何を見てるんですか。最初に入れた砂鉄ってもう下へ下がってきてる。例えばそこにあるものは軸といって、どちらかというとその土壁を食ったものの、最初にベースになる器ができると思ってもらったらいいんですけど、そこへまた今度砂鉄を木材に入れて上に育っていくんですよね。で下の最初のゴロを出してやるタイミングでちょっと柔らかいなとか、もうちょっと液状のものが出たらいいなとか、ちょっと温度を上げたりとか、ちょっとその様子を見てたり、その横の土を張った壁がまだ残ってたらそこをちょっと崩してやって、でそこへ泥が溜まるようにしてやろうとか、ちょっとそういうのをちょっと探っていた。はい、ということでたたら製鉄いろいろさせてもらって、ちょっと今外で休憩しています。いや、島根めっちゃ星綺麗ですね。ちょっとカメラじゃ映らないんで iPhone で写真撮っておくんですけど、もうめちゃくちゃなんか満天の星空って感じです。で、さっきやってた作業を夜中中ずっとやって、明日の朝いっぱいノロが出てくるということだったので、そのノロを明日朝ですね見に行きたいと思います。おー、すげえ。ノロです。ノロ。初花だって。ノロの最初に出るノロのことを一番のノロのことを初花って。すごい。はい。じゃあ一番最初に金越しにお供えして、でその後に皆さんでこう食べる。なるほど。初花焼きと言いますけど。初花焼き。いいですね。初めて出たもので、これを初花って言って、今からこの米粉を焼いてできたものが初花焼きって言います。それを今から作ります。クレープのように薄くね。こんぐらい伸ばしますか。うまそう。これ米粉だけだと味がないので、なるほどなるほど。ちょっとだけアレンジして作る。美味しそうですよ。もうこれ焼いたら、これまず神様に食べてもらう。お供えして金越しにお供えして、その後皆さんで食べる。無事にいいゲラができますようにということで。すごい溶岩で調理してるようだね。本当に。いただきます。うまっ。ちょうどいい味。塩塩味と塩加減がね。最初に砂鉄入れ始めてから17時間ぐらい経った状態がこちらです。見た目的にはそんなに大きくは変わらないんですけど、火の
上がり具合がちょっと大きくなってるかなって感じですね。でノロもちょこちょこ出始めてる感じになるので、次のノロ出しをドバーッと見れたら最高ですね。そこが200度。ちなみに炎の中何度なんですか？見え500度。そこの方が653度。ここ完璧でした。いい感じでうまくやりました。ありがとうございます。はい、ということで砂鉄を入れさせていただいたんですけど、やっぱ上めっちゃ熱いですね。でも素手でねチャレンジしました。昔はちゃんと素手でやってて、その温度とかも見るために素手でやってたみたいです。感触とかね。そう。はい。なんなら手で触ってたらしいんで。何度？680度かな。やば。ではこれで砂鉄の投入は終わりました。皆様ありがとうございました。はい、これで最後の砂鉄投入みたいです。でこれで砂鉄入れ終わったので、ここの上のこいつが全部沈むまで、またノロ出しとかをつどつどやっていて、でこれが全部下がったら最後このでっかい炉ですね。この2段の炉をクレーンでバンって外して玉鋼を取り出すっていう感じになります。いや楽しみですね。はい、ということでここが休憩室になります。はい、でこっちがタタラバですね。でこれの横ですね。こんな感じで休憩室があって、24時間ずっとやってるんで、ここで皆さん休憩しながらやるっていう感じになっています。今日の朝ごはんは何でしょう？はい、豚汁ですか？この市の、名物そこの、焼きサバ。焼きサバ美味しそう。めちゃくちゃいいよ。冷めても美味しいです。と豚汁もちょっと変わってて、はい、美味しそう。餅とか里芋とか。そうなんですね。田辺家の歴史、どうぞ。ありがとうございます。今回のたたら製鉄の、主催者である田辺家の本ですね。昨日田辺家の家に行ったんですけども、やばかったです。次元が違う家でしたね。撮影できなかったのが悔しいけどね。めちゃくちゃ良かった。撮影できなかったですけどね。なんか切り株の茶室ね。切り株、巨大な切り株の中が茶室になってるみたいな。あれやばかったですね。やばすぎ。切り株の大きさじゃなかったですあれ。これが最後ケラ出しの時のなんか消防服らしいです。最後さっきの炉を上げるって言ってたやつがこれがないとちょっとできないみたいですね。はい、ということでちょっと朝ごはんいただきたいと思います。ということで焼きサバ、豚汁美味しそう。うまっ。はい、ということで今からノロ出しの作業を手伝っていきたいと思います。でここからノロがいっぱいバーって出てきて、塊も出てくるので、それをスコップで作ってあっちの猫車に乗せていくっていう作業ですね。はい。どうですか？うわ、熱いですね。すごい。すごいぞ結構。うわ、めっちゃ出てる。すごい。うわ。顔が熱い。顔が一番熱いですか？顔が一番熱い。手より顔の方が。本当。うわ。何これ。めっちゃでかい塊出てきた。うわ。うわ。なんかその服装だとより神聖な感じがする。うわ。
仕事してくださいね。すごい、めっちゃすごい。そのまま固める。すごい、さっき液状だったのに。あ、こっち涼しい。いやいや暑いです。暑い。どうですか、やってみて。めっちゃ楽しかった。いいですよね。やばい。最高。でも似合ってる。めちゃくちゃ神聖な感じが出る。より高貴な、なんかその神聖な。赤いし。はい、そうそうそう。うわ、すごいの出てきた。すげえ。はい、ということで、のろ出し体験させていただきました。めっちゃ楽しかったです。よかった。楽しかった。やばかった。ということで、まあ、ここからちょこちょこのろ出しして、最後、ケラ出しまで行きたいと思います。楽しみだ。ちょっと見えたもんね、外した時ね。そうそう、穴からちょっと玉鋼が出てて、めっちゃかっこよかったです。かっこよかった。めっちゃ楽しみですよね。では。あ、でも、見てください。結構炭下まで下がってきてる。おお。これがいいのらしい。重た。そう。中身がスカスカなのがいいの。スカスカな方がいいんですか？鉄の不純パターの方の中身が充実しないといけないんで、中身の鉄分が少なくなってる方なんで、これだと磁石くっつかないんですけど、鉄分が少ない方が玉鋼ができるのにいいので、いい状態で出てきたノロ。そうです。いい状態っていうか、そのいい状態になるための不純物のゴミ、ゴミだけが抽出されてる。ああ、なるほど。いいノロです。僕もいいのなんかちょっと欲しいです。いいのちょっとなんかアドバイスしてもらっていいですか？いいの探ししたい。いいの探し。ここら辺のやつ、いいと思いますけど。私が好きなのはこれ取らせてもらったやつなんですけど、ちょっと木炭入ってて、鉄が入ってて、ここ人生があって。全部入ってる。そんでそれもいいノロ。いいノロでしょ？いいノロだと思います。たまたま見つけたけど。そう、すごいこれとか本当に湯が沸いた後の穴が、これ湯が空気がポコッと抜けた後なんですよ。空気が抜けた後があるっていうのがこの湯が沸いていい湯っていう。なるほど。なんでいいノロ。これは何点ですか？割ると結構簡単に割れるんですよ。割れる方がいいやつ。そう。こことかスカスカじゃないですか。確かに。こんな感じ。あ、ほんまや。ぱっくり。すげえ。こんな感じで。ああ、なるほどね。スカスカで。本当だ。これもスカスカ。で、木炭が見れて、全部の成分見れていいよね。釜土とどうぞ。最初の内側にコーティングしてるやつ。そうです。そもそもテタラ製鉄が釜土と砂鉄と木炭の3つの原油で作るので、土も大事なんですね。そうですね。水はけのいい土じゃないと粘土と。そういうことなんだね。マサドっていう土を使ってます。はい。ということで最後に入れてから1時間半ぐらい経ったんですけど、こんな感じで結構沈んできてますね。で、2時からケラ出しなんで、あと1時間半で、これがかなり下がるみたいです。すごい蔵のもう。はい、ということで今から玉鋼の里の鉄線堂っていう、玉鋼をいろいろ使った商品をいっぱい販売してるところに行きたいと思います。で、ここがオープニング撮ったところなんですけど、こんな感じで、鬼滅っぽい街並みになっててめっちゃかっこいいかなって思うんですけど、今から行くショップがその向かい側、ここになります。この鉄線堂っていうとこ、名前かっこいいですよね。僕がストーリーでちょこちょこ上げてた鉄線堂のアカウントのショップですね。ロゴマーク、家紋がロゴマークになってるね。田辺家さんの家紋。はい、ということで今からお店の中行ってみたいと思います。はい、ということで鉄線堂さんに来ました。おー、すごい。あれかっこよ。すげえ。表面よ。これはもう玉鋼でできてるものなんですか？いや。何でもかんでも玉鋼にしちゃうから。で、玉鋼いっぱい。すげえ。かっこいいな。色がさ、これは黄色。玉鋼というか、ケラ。これケラなんケラなんですね。これね、色がそれぞれで、こことかさ、3色ぐらい赤。紫っぽいのが。すごい。かっこよ。これが僕のこれと同じやつです。玉鋼のペンダントの
母体ケラってやつですね。枠ギアってうわかっこいい。めっちゃかっこいいじゃん。かっこよ。全体に。この辺もすごい。うわ玉鋼製。かっこよ。刀と同じ骨が下に。これ玉鋼特有のやつなんですか？あ、これダマスカス、玉鋼にダマスカス粉を、くっつけてるやつです。映ってるこの模様。なんか模様がすごいね。これ玉鋼のやつなの？はい。そうです。これ玉鋼特有のすごいね。頭ペティ。かっこよ。欲しい。マジで欲しい。あれだけ全部ください。かっこいい。やば、かっこいいやっぱ。黒い。すっげえ模様これ。欲しいな。はい、ということで今からこのロー外していきます。それではケラ出しを開始いたします。おお、すごっ。おお、すごっ。もうちょいゆっくり上げて。もうちょい。もうちょい。上げて。おお、眩しい。持ち上げて。持ち上げて。もうちょい。すごいですね。すごい。あれ上げた瞬間の。ね。すっごいな、あの塊。熱っ。結構離れてるんですけど、ここまでめっちゃ熱気がきますね。めっちゃもう900度ぐらい。すげえ、めっちゃ煮えたぎってる。やばっ。カメラ壊れそうですね。マグマっす、マグマ。何度ぐらいありますか？やば。そんなあるね。あれで持ち上げるみたいですね。どう？お、すごっ。持ち上げて。はい。おお。一回下ろして。待ってよ。はい、ちょっと一回下ろして。はい、下ろすよ。はい。おお。ギリギリだ。ゆっくり。すげえ。でっかいケラ。ケラを取り出すことができました。今日このケラが生まれたことも、ここにいる皆様一人一人のお力添えのおかげです。本当にありがとうございました。花吹の宝吹き秋季操業を終わります。皆様ありがとうございました。ねえ、かわいい。金継ぎです。金継ぎして玉鋼のかけらを。かっこいいね。この青がかわいい。かわいいですよね。めっちゃかわいい。ちなみに今これ僕のこれを作ってる方にちょうどたたら場に来ていただいていろいろ見せていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。磯田と言います。玉鋼のアクセサリー作ってます。どれもめちゃくちゃかっこよくて、たまにストーリー上げてるんで見たことある方もいるかなって思うんですけど、それがさっき写したこれですね。ここら辺のやつ全部が手作りで作られてるんですよ。そうなんです。一つ一つ手作業で作っています。いやめっちゃかっこいいですよね。このブレスレットも最高。玉鋼ですね。最初の玉鋼なんかいろんな色があるやつがあるんですけど、青じゃなくて金とかなんかパープルみたいなのもあるじゃないですか。パープルもゴールドもたまに出てくることがあります。その3色ぐらいですね。ブルー、パープル、ゴールド。ありがとうございます。僕この金継ぎがお気に入りなんで、よかったらチェックしてみてください。じゃあ僕これ今回購入してます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ぴったしでしょ。本当によかった。ちょうどぐらいいいぐらいこのぐらい。
いいですね。いい感じですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。